こんにちは、ナスです。今日は、ニット作家でいいんですかね。そうですね、はい、ニット作家の小野優子さんが遊びに来てくれたので、ちょっとライブ、YouTube を撮ろうと思って回しています。よろしくお願いします。はい、もう優子さんは10年以上前から知り合いなんですけど、なんかあんまりゆっくり喋ったことなかったです。そうですね、なんか割とその防具社とか、なんかのイベントで出会って、ああみたいな感じのを何回も繰り返してなんかこう面識があって、こうゆっくり深い話はあんまりしたことなくて、ちょっとさっきいろいろ喋ってきてカフェで面白かったんですけど、なんかまあ割と私と近い感じ、そのずっと作家を十何年やってきて、本とかも出されてて、でなんかね、カメラマンさんも一緒だったりするんですよね。そうです。下村さんが一緒でだったりとか、結構やっぱその手芸業界だから割と近くて、その編集さんとかカメラマンさんとかが結構共通だったりとか、割とねそういう感じなんですけど、まあでも全然そのジャンルが違うので、全くその接点がない。そう接点はないですよね。ないけどなんかこう薄くつながってるみたいな感じで、でなんか久しぶりに年末12月にお店に来てくださって、でなんかじゃあちょっとゆっくり喋ろうかみたいな感じで今日ね、はい来てくださいました。でじゃあちょっとどんな方なのかっていうのをちょっといろいろ私もあんまり知らないんで聞きたいんですけど、そう本を1冊目の本はいつぐらい出されたんですか？2015年ぐらいかな、10年ぐらい前に1冊目の本だったんですけど、なんていう題名のカラフルなレース編み、今も忘れカラフルなレース編み、そういろんなこうレース糸とかレース針も使いつつ、細めのねかぎ針で、アクセサリーを編むっていう、感じの本です、ね。アクセサリーの本で。そうです。アクセサリーの本が1冊目、著書が。でその後、何冊かこうバッグの本だったり、バッグ中心の本かな、とかベビーの服、キッズの服とか、あとは恐竜の本、4冊ぐらいは出てるっていう感じですね。であとは、かぎ針の基礎の、本の基礎本の監修をさせていただいて、で普段はなんかそのいろんな人がちょっとずつこう参加してるニットの作品集とかに出させていただくことが多いですね。で普段は名古屋で、名古屋の教室もやってます。アトリエでね教室だったりとか、あとは文化センターとか、そのカルチャースクールでレッスンしてます。なので編み物をちょっと今紹介しようと思うんですけど、これとかですね。そうですね。これもそうです。かわいい、おしゃれ。これもね、形がね、ここがこうどうなってる？さあ下がちょっと三角形みたいな感じでなってます。下が三角こんな感じですね。でなんかお花がクローバーみたいなのと、真ん中のお花と四角いモチーフをつなぐんですけど、モチーフがこう4つ合わさるとまた別の模様ができるみたいな。でまあ大体だから最初アクセサリーでそういうショールみたいな服とか、セーターとかも作ります。作るんですけどほとんど今は小物が多いんですけど、今年はねセーターをねどんどん編みたいなっていうふうに実は思ってます。すごい、難しそう。もともとは最初お洋服やってたんですよ。そうなんです。セーター編んでたんですけど、だんだんやっぱりレッスンとかしていくうちに小物の方がやっぱり出来上がりが早いので、なんかこう
すぐにこう達成感っていうか、こう楽しさをまず味わってもらえるみたいなのが小物の方が早いから、小物がどんどん中心になってってっていう、でもいろいろやってるとね、やっぱり編み物やってると、セーター編みたいっていう声が多いので、最終的にはじゃあセーターみたいな、まずはアクセサリーとかちっちゃいものから入ってっていう感じね。じゃあもう何でも編めるんですね。何でも編みたい。そうね。何でも一本の糸からね、いろいろできるのはすごいですよね。結構楽しさがね広がるかなと思って。で、ゆうこさんのその一押しっていうか、もうね、恐竜がすごい大好きで、子供の時から、子供の頃から大好きで、今ここにもね恐竜も編んでおります。木まで編んでる。そう、木はね、そうなんですよ。これはね、撮影の恐竜の編みぐるみの本を出させてもらった時に、背景として恐竜編んだり、そう背景として、そうなの。スタイリストさんが用意するんじゃなくて私が編みました。そうで編んだりとか、火山を編んだりとか、すごい。その世界観もすべて編んだりとかして、そうなんですよね。で後ろのが、そう、これがプランターで、そうなんです。ここに植物をね入れてもらうっていうものなんですけど、この間ここにねチェーンをつけて、ちっちゃくミニバッグみたいにして恐竜をくっつけて歩いてました。かわいい。イベントでポシェットみたいな感じで、そうポシェットみたいにしてイベントでね、恐竜を編むイベントを夏にやってた時には、もうこれを腰につけて歩いてました。めっちゃかわいい。これは大人でもつけたいですね。これね、これみんな見てもらいましたね。そう、お家に置いてあってもいいですし、かわいい。恐竜なのにかわいい。そう、恐竜が好きなんです。で、あとこれ、これは去年パペットの本に参加させてもらった時にデザインしたんですけど、これも恐竜。これめっちゃかわいい。そう、ちょっとね、ここにふわふわでこうちょっと綿が入ってて、すごい。どうぞどうぞ。かわいい。これはそう、どうやって作ろうかなってすごく悩んで、そうなんです。この袋状にね編まなきゃいけないし、ここもね確かに、そう、綿もここにも入ってます。入ってる。だから手袋を編むみたいな感じの、でもさらにでもちょっと違う。そうなんか立体的な感性が必要ね。確かにそうなんですよね。私はもう平面しか考えないから、ここがどうなっているかみたいなのを考えるのができないんですけど、すごいこれはかわいい。立体にね描くから編むから図面をどう描くかなっていうところも後で考えながらね。あとこういうなんかグラデーションの糸とかも、結構刺繍だと何に使おうみたいなのがいつも私だとあんまり使えないんですけど、なんか恐竜にぴったりですね、これね。そうね、色選びとかもね、楽しいし、で恐竜まだなんか色とかも自由にね、想像の好きな色でねできるからかわいい。で、これ今ね手元にあるこれが恐竜を編み始めた時の初期の、あんまり変わってはいないんだけど、一番最初のティラノサウルスが家で発掘できたので発掘してきたので、でもなんかこれまたきました。毛糸がちょっとこう特殊な、そう、モール糸で今多分この色はない感じなんですけど、こんな感じでバッグチャームとしてね、自立しない恐竜でバッグチャームで。なるほど。その立つか立たないかみたいなのも考えなきゃいけない。そうなんですよ。編み物してるとちょっと重力問題があって、なんか聞いたことある。スカートとか編むとやっぱ伸びちゃうからとか、こう立体に立てるとか、そういうのもちょっと考えながら編んでます。この糸。転がっちゃう。いいよ。ありがとう。
すごいもうなんか全然世界観が違うから、すごい聞いてて面白いんですけど、そう恐竜はねいつも好きで、いつも持ち歩いてたんですね。この恐竜の本作りたいなってずっと思ってて、本作りたいそうですありますありますでもねまた新たにね恐竜の本がね、できたらいいなって思ってるので、やりたいことがいっぱいあってすごい。じゃあその優子さんのその図案、図面とかをこう見て刺繍してみたいな、刺繍じゃない編み物してみたいなっていう人はどこで教室でもそうですね編んでいただけるので、ちょっとお問い合わせいただく感じなんですけど、あとはアトリエ、でのそうですね、でも編んでいただけるかなっていう、本はもうなんかもう絶版になっちゃう。前に出したのは絶版になってしまってるので、ちょっとどこかで探していただくかうちに問い合わせていただくって感じにはなるんだけど、じゃあもう優子さんのなんか作品真似して作りたいっていう場合はそういうのを探してもらうか、あと今ちょこちょこそのムック本みたいな感じで、そのさっき言ってたいろんな作家さんがちょっとずつみたいなので探すと大体優子さん大体どうすかに載ってる各シーズンちょこちょこっと載ってるので見つけていただいたらっていう感じですね。大体なんかこうね立ち読みしてると出てくるみたいな感じですね。結構忙しいっていつもおっしゃってて、お仕事が。でもなんかニットのね作家さんって結構その季節があるって今聞いてびっくりして、刺繍は特に季節がないから、そのなんか夏だからとかっていうのもなく、夏は暑いからあんま向いてないとは言ってますけど、でもニットは特に冬がやっぱりこうやる気になるみたいそうなんですよね。でも私も実は一年中編み物してはいるので、夏は夏糸が出たりとかしてるので、レースとかですよね。レース糸もそうだし、夏はね小物作る人の方が多いかなって思うんだけど、みんなが目覚めるのがだいたいこう9月とか10月とちょっと涼しくなってくると、で本屋にもその本が並び出して、でみんながやりだすから、優子さんは結構春が忙しい。春夏ですねがすごい秋に出る本にね、向かっていきます。でもう夏はちょっと休憩みたいな感じ。でもね冬に向かってレッスン用のが準備がいろいろあるので、やっぱ冬になると今度ね春夏のものを実はこっそり作るじゃあもうちょっと先取りして準備してっていう感じで、ちょっとね季節が反対になりつつあるけど、でもやっぱ生徒さんは冬にやっぱり殺到するみたいな感じはあります。そうです。じゃあ夏はあんまり教室すら開催されてないみたいな。夏も稼働してます。そう夏継続してやっぱり1年間とかありますよね。冬に使いたいものを春ぐらいから始めて、で秋冬に完成みたいな。大変ですね。でももうそのレッスンに行った時しかやらないというか、続きはじゃあお家でみたいな。お家でってなるんだけど、私のところに来る方もそうなんだけども、ここでしか編まないっていう人も結構ねあるよね。そういうのはね。だからそれで全然大丈夫ですよっていう感じで、突然来るレッスンはね、アトリエに来るレッスンはそんな感じです。いらっしゃる方は。なんか文化センターみたいなところはそう一斉に同じペースで完成までがここって決まってる期間でやってるものはちょっと宿題をね、になってしまうことが多いっていう感じ。やっぱり編み物ってある程度ちょっといくと繰り返しの部分が作品の中で出てくるから、それはもうお家でゆっくり繰り返しのここまで編んできてねって言ってここまで編んでくると次の課題のところに進みますっていうのがね、そうするとだんだん終わる頃に完成っていう。じゃあ完成はやっぱ教室で迎えるんですか？
迎える人もいるしそう迎える人もいるし、お家でっていう人もまあでもあとは繰り返しだから説明だけしてやってもらうって感じ。やっぱりねすごくみんなのそれぞれのペースがやっぱり結構違うので、文化センターの教室はなるべく同じペースで進めるような、作品、はこう提案したりとかが多くて、アトリエはほぼプライベートレッスンなので、マンツーマンでやってるので、行きたい。そう名古屋に行きたい。名古屋ぜひ来てきて、本当ゆったりこうそれぞれのペースで進めていくっていう感じ。じゃあ、材料とかは、その自分で用意するとかじゃなくて、用意していただくものも相談して決めれるものもあれば、もうこちらで、文化センターとかだとこれ作りますとかになるから、そう私が全部用意していただいて、もちろんそうアトリエのレッスンだとほぼ私が用意はしてるんですけど、じゃあ行って何するか決めるところから相談できる。そう2回目以降は初回はね初回コース初回コースがあるので、そりゃそうですよね。そうまずこう表編みとかそっからねやらなきゃいけない。一緒にちょっと相談するっていう形かな。でもほぼ皆さんうちのキットでそうご紹介してもうキットがあるんですね。それを買ってもらってでないとね、毛糸ってなんかこの季節で変わるんです変わっていくので、あといろんなね糸も変わっていったりするので、その都度ちょっと相談しながらっていう感じですよね。結構材料の調達が大変なんですよね。ニットそう定番じゃないものもね、あるからそういうのが可愛かったりするんですよね。そう楽しかったりするからそうなんですよね。なんかこれだけ編もうと思うと、結構何玉もいるから、そうですなんかそれをあと1個足りないとかだと困るから、最初にその確保しなきゃいけないんですよね。なので急には難しいので、初回は初回でやっていただいて、でね編めそうだったらこういうのどうですかとかいろいろ相談、こういうのが見たいですっていうのを聞いて、じゃあそこからそういうのがありますよっていうご紹介になっていく感じ。でもそれは楽しそう。なんかね、来て可愛いのとかね、やりたいですよね。こうカバンとかもね、アクセサリーとかみんなね、いろいろやりたい夢が膨らむ。そうでもこういう可愛いのも作りたいとかね、なりますよね。まあでもこの辺だと割とそこまで大変じゃない。そうなんですよね。これって結構ここの足の部分とか別々でね、この辺も編むんですけど、そうなってくるとこのひたすら編むっていうよりはパーツをつなげていくっていうのが、そう編みぐるみはね。じゃあ意外とこれはこれで難しいんですね。って思う人もいるかもっていう感じです。この縫ったりとか閉じ合わせていくんですけど、これはねバランスがね確かになかなか人によって同じ位置なんだけど、この編み地がベースがちょっと違ってると、糸の太さとかは一緒にしなきゃいけない。そうなんです。ただなんていうのかな、人によって編み加減、緩さが違う。きつい人と緩い人がいるから同じサイズにならないってことですか？じゃあその出来上がってみんなで一斉にこれ作りましょうってもしやった場合、大きい人とちっちゃい人と同じぐらいにはおそらくなるとは思うんだけど、編み物でゲージっていう言い方して10センチ四方に入ってる目の数がをベースに考えていくんだけど、それがあまりにも違うと違ってきちゃうなっていう。ゲージも私わかんないんだけど、そうだね全然編まないからそれで例えば10センチ四方編んで
で自分は10センチ四方編むと何目と何目で人によってその目の数が違うって、それで計算して図面を作り直すみたいな。そうできる人は多分その計算をするって感じかな。そうすると、似たようなのが自分でもできる。大変その計算ができないから、そのプライベートレッスンとか行くとやってもらえるみたいな。そうね、なかなかそこも難しくってっていうのもあるんですけど、セーターとかはね、そういうのもちょっと計算しながらもやってないと L サイズ N サイズとかで切れないみたいになりますよね。なっちゃうので、だからやっぱり小物の方が、そういった意味では簡単というかサイズ関係なし。確かに、ちょっと大きくても、恐竜は恐竜だから別に大丈夫みたいな感じで、なんかウェアとかそうだな、なんかソックスとかだと確かに足に入らないと男性ものとかだとね大きく作らないとみたいな。なので手が慣れてくるときつくなる人、ちっちゃくなる人、で慣れてくると緩く編む人と両方いて、一定に編むっていうのがそのやっぱり編み物を始めたばかりの人は難しいかな。確かに、私はマフラーしか授業でマフラーしか編んだことないんですけど、なんかこうなるんですよ。なんか緩くなったりなんかきつくなったりとかして、なんかケージとかそこまでいってなくて、こうなるのね。そうそれもね、それはマフラーだからもうそういうものだっていう感じでやればいいんですけど、そっか、服作るとね大変ですよね。サイズがあるものはやっぱりちょっと気にしながらやっていただくかなっていう。じゃあ結構なんか幅広いっていうか、その編み物って結構ね面白いですね。なんかいろいろできて、そう鍵と棒でもまた違うし、そうなんです。幅広くでレースもやろうと思えばできるし、でもレースはまたちょっと違う。なんかね、レースもクロッシェって言ってかぎ針使うレースだったらほぼ同じ感じで編めるんですけど、やっぱり糸が細くなる分目が小さくなるからどこに入れるかっていうのが難しく見えにくく、じゃあレースやりたい人は、そのまずニットを始めて、かぎ針でああいう感じの、そうですちょっと見せていただいていいですか？じゃあちょっと持ってきますね。クロッシェっていうんですかね。それをかぎ針でこれもかぎ針なんですけど、この同じモチーフをいっぱい編んで、なんかつなげていく感じです。でこれすごいベストになってて、フードまでついてる。でちょっと着てみましょうか。はい、ごめんなさい。すごい可愛い。この色もなんかこのちょっと懐かしい感じの。でも逆になんかそれがちょっと新しくも見えますよね。でも似合いますね。なんかおしゃれになる。なんかこれだけ見てたらちょっとこうおばあちゃんっぽいのかなって思ったけど、ゆうこさんが来たらなんかおしゃれに見える。ついてます。かわいい。ちょっとちっちゃめにして、この気になる人はここに1個ボタンとかつけてもらって、で穴の開いている、これなんかよくグラニーモチーフとかって言われる感じなんですけど、もう穴がね開いてるから、ボタン1個つけてもらえばボタンホールなしでいけます。すごいすごい。めっちゃかわいい。こんな感じで。なんかもうこの3色4色とか、もっとあるかを用意して、そうです。1,2,3,4全部で5色で、それをそのどういう順番に配置するかっていうのを変えて、でランダムに隣同士にならない、あんまり合わない隣同士にはならないように配置していきます。かわいい。そうすると大体同じ糸量で終わっていけるかなっていう。じゃあ割と初心者はこのグラニーで何か作るっていうのがこのモチーフは結構いろいろできるかなっていう。
で応用も効くから、そうマフラーとかだったらまっすぐつなげるだけだから、確かにそうもう1枚編めば、コースターとか確かにね、なんかこうクロスみたいなものにもなるし、やりたいぜひぜひやりたいけどなかなかね、もう名古屋にまず行くしかないそう名古屋に来てみてくださいっていう感じに今ね、なっちゃってますけど、私も来たいそれ、ね、ぜひ水をね、なんかね、でもこれだったら編み図ねもらって、で1個編めればいいから、そうですよね、夢が膨らみますね。こういう恐竜からね、お部屋もできるし、雑貨もできるしっていうおしゃれ。そう SNS あんまり更新ねしてないんですけど、今年はこう頑張ってね、今年の抱負としてすごいここで言っちゃう感じ、SNS をね、今インスタと普通にホームページと X とがメインで割と回してる感じで、あと Facebook もやってます。そうです、はい。でそこからアクセスしてもらって、とりあえずホームページに行けばいろいろわかる。そうですね。でそのアトリエレッスンもそこから申し込んでいただく感じです。じゃあまずはホームページに行ってもらって、それはちょっとどっかにリンクを貼るようにします。そうですね。お願いします。はい。じゃあまた今年もね1年頑張りたいなって思うんですけど、またじゃあ機会があればぜひYouTube 出てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあ小野優子さん、ニット作家の小野優子さんでした。ありがとうございました。